こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、フリーキャド 1.0 基本的操作法第21回。パートワークベンチの3回目をお送りします。最初にパートワークベンチにおけるセクション、横断面、オフセットの機能について説明します。セクションコマンドは、2つのオブジェクトの交差点にワイヤジオメトリを作成するための強力なツールです。この例では、円柱と立方体を用いてセクションを作る例を示しています。この2つのソリッドを選択した上で、セクションボタンを押します。すると2つのオブジェクトが交差する部分にワイヤージオメトリが作成されます。次に横断面クロスセクションについて説明します。このツールは選択したシェイプを通り、デフォルトのグローバル平面の一つに平行な一つ以上の断面を作成します。操作方法は、元のシェイプを選択し横断面ツールをクリックします。するとパラメータを設定する画面が出ますので、ここでガイド平面、横断オプションなどを設定し OK を押すと右のような横断面が作成されます。こちらはガイド平面と位置の関係を示しています。左の図は左下が原点となります。ガイド平面を XY 平面として、位置を 3mm とすると、原点より 3mm 上に横断面が設定されます。中ほどの図は、ガイド平面を XZ 平面として位置を 3mm とした場合の断面を示しています。また右図はガイド平面を YZ 平面として、位置を 3mm とした場合の断面を示しています。こちらは、断面オプションをオンとした場合の横断面を示しています。この時、総数オプションを3、距離オプションを 1.5mm に設定しました。またガイド平面の位置は 3mm として YZ 平面を横断面としています。こちらは横断面パラメータの中で、断面と両側オプションをチェックした例を示しています。両側オプションをチェックすると、横断面の中央を起点として指定した総数分だけ断面が配置されます。この場合、総数4で設定しましたので、中央より2つずつ両側に配置されることになります。オフセットツールには、2D オフセットと 3D オフセットがあります。このスライドは、2D オフセットを説明しています。オフセットツールは、選択したシェイプを基本シェイプから一定の距離を置いて平行コピーし、新しいオブジェクトを作成します。こちらのスライドでは、スケッチャーで作成した六角形をオフセットツールを使って拡大しているものです。まず 2D スケッチを選択し、2D オフセットボタンを押します。すると右上のようなパネルが表示されますので、パラメータを設定し OK ボタンを押します。すると右下のような図形が完成します。この例では、元の図形の外側に 1mm のオフセット図形を作成し、コーナーは円弧としました。先ほどは接合の種類に円弧を選択して実行したものでしたが、こちらの図形では接合の種類として、共通集合を選択したのでコーナーが直線的に描かれたオフセット図形が表示されました。モードのオプションにはパイプとスキンがあります。このオプションは閉じていないワイヤの処理方法を設定します。パイプの場合、ワイヤは非常に細い閉じた輪郭のようにアウトラインされます。スキンの場合、開いたワイヤが作成されます。次に共通集合オプションについて説明します。共通集合オプションは、複数のワイヤをまとめて処理するか、個別に処理するかを設定します。このオプションがオフの場合、ワイヤは個別にオフセットされ、結果として得られるワイヤ間の交差は無視されます。オンの場合、ワイヤはまとめてオフセットされます。次にオフセットを埋めるオプションについて説明します。このオプションがオンの場合、元のワイヤあるいは面とオフセット間のスペースが面で埋められます。次に 3D オフセットツールについて説明します。このツールは 3D 図形に対してオフセットを適用するものです。まず 3D 図形を選択します。そして 3D オフセットボタンをクリックします。すると右図のような図形が表示されます。この図形はオフセット値として 1mm を指定し、元図形の外側に 1mm だけ拡張した図形が作成されます。また接合の種類に円弧を設定していますので、オフセット図形の角は丸く形成されています。こちらのパラメータ設定では、接合の種類に共通集合を設定した例を示しています。この設定では、
オフセット図形の交差部が直線的なコーナーとなります。今回は、パートワークベンチのセクション、横断面、オフセットについて説明します。セクションコマンドは、2つのオブジェクトの交差点にワイヤジオメトリーを作成します。今、ソリッドが選択されていないので、このコマンドは有効化されていません。それでは、こちらのモデルより立方体と円柱を選択してみましょう。すると、このようにセクションツールが有効化されます。それでは実行してみます。すると、このように2つのオブジェクトの交差点にワイヤジオメトリーが作成されました。またモデルにセクションが追加されています。それでは、元に戻しておきます。次に立方体と円錐を用いて、セクションを実行してみます。セクションツールをクリックします。すると、このように立方体と円錐の交差点にワイヤージオメトリが作成されました。これがセクションツールの使用方法となります。次は横断面ツールについて説明していきます。まずは横断面を作成する円錐を選択します。するとこのように横断面ツールが有効化されます。それでは実行してみましょう。すると、このように設定パネルと横断面のプレビューが表示されます。ガイド平面を切り替えると、横断面を XY、XZ、YZ 平面に切り替えることができます。それでは XY 平面に切り替えて、他のオプションを実行してみます。1パラメータは、横断面の開始位置を設定します。こちらを動かすと、このように横断面の位置が変化します。総数パラメータは、断面の数を設定します。断面オプションをクリックし、総数を増やすと、断面の位置に赤枠が増えていきます。また断面間の距離は総数の増減で調整されます。両側オプションにチェックを入れると、ガイド平面の位置を中心として、両側に断面が作成されます。プレビューで断面位置を確認した後、適用または OK で実行します。すると、このように横断面が作成されました。そして、モデルにはコーン&アライン CS オブジェクトが追加されているのがわかります。次は、オフセットツールについて説明します。こちらの六角形のスケッチをオフセットしてみましょう。このスケッチを選択します。そして 2D オフセットツールをクリックします。するとこのように、設定パネルとオフセットのプレビューが表示されます。ここでオフセット値を変更すると、元の図形の外側にオフセットされた図形が更新されます。モードをスキンに切り替えると、このようにオフセット図形が線が途切れた状態となりますので、元のパイプに戻しておきましょう。次に、接合の種類ですが、今、円弧となっていますが、共通集合に変更してみましょう。するとこのようにオフセット図形が、元の図形と同じ直線で結ばれる図形となります。これで OK で決定します。すると、このモデルにオフセット 2D が追加されます。そして、これを展開すると、元のスケッチを参照することができます。それではこちらのソリッドにもオフセットをかけてみましょう。オフセットを展開し、3D オフセットを選択します。するとこのように、3D オフセットのプレビューが表示されます。オフセット値を変更してみましょう。値を大きくすると、このようにオフセット図形が拡大していきます。接合の種類も変更してみます。円弧から共通集合を選択します。するとこのように、
元の図形と同じ直線で囲まれたエッジのオフセット図形となります。確定したモデルより新しくできたオフセットを選択して、これを展開すると元の立方体を確認することができます。次にパートワークベンチの厚み、表面に投影を作成、面ごとの色ツールについて説明します。厚みツールは、ソリッドシェイプに作用して、ソリッドシェイプを中空のオブジェクトに変換し、各面に定義された一定の厚さを与えます。操作方法は、厚みを適用する 3D シェイプを選択し、厚みツールをクリックします。すると右図のようなパネルが表示されますので、ここで、面ボタンをクリックします。次に 3D ビューより面を選択し、終了ボタンをクリックします。すると右図のような厚みを持った壁が作成されます。また、厚みは、正の値は面を外側にオフセットし、負の値は面を内側にオフセットします。モードでは、スキンを選択すると頭はないが底がある花瓶のようなアイテムを取得する場合は、このオプションを選択します。パイプは、ヘッドと底のないパイプのようなオブジェクトを取得する場合は、このオプションを選択します。この場合、ツールを開始する前に削除する面を選択すると便利です。厚みツールは、複数面に対しても適用することができます。面を選択する場合、コントロールキーを押しながら複数面をクリックすると左の図のように選択することができます。そして、終了ボタンを押すと、右図のような形状を作成することができます。次に、表面に投影を作成するツールについて説明していきます。最初に投影する図形と投影される図形を用意します。そして、表面に投影を作成するツールをクリックします。すると右図のような設定パネルが表示されます。ここで 3D ビューを投影面が正面となるビューに変更します。次に、現在のカメラ方向を取得するボタンをクリックします。すると座標軸に方向が入力されます。この操作が終わったら、斜め方向にビューを変更しておきます。次に、投影面を選択ボタンをクリックして、3D ビューより投影面を選択します。次は投影するオブジェクトを選択します。この例では、六角形の面を投影しますので、面を追加ボタンをクリックし、3D ビューより六角形の面を選択します。そして、押し出しの高さを調整すると、右図のように投影面に厚みを持った六角形が表示されます。適切な大きさに調整できたら OK を押し投影を終了します。最後に、面ごとの色ツールについて説明します。色をつけたい図形を最初に選択します。そして、面ごとの色ボタンをクリックすると、右図のようなパネルが表示されます。ここで三角印をクリックすると、色プロファイルがリストとして表示されます。各プロファイルには、色のセットが保存されています。このプロファイルの内容を見るには、リストの下の部分に、エディターを起動ボタンが用意されていますので、こちらをクリックします。そして参照したいプロファイルをクリックすると、外観タブで色の設定を見ることができます。プロファイルの確認が終わったら 3D ビューで面を選択します。面を選択すると、右図のように面の番号が表示されます。そして使用したいプロファイルを選択すると、プレビュー画面に着色された図形が表示されます。決定するには OK を押して終了します。パートワークベンチの厚み、表面に投影を作成、面ごとの色について説明していきます。最初に、厚みツールについて説明します。この立方体を選択すると、厚みツールが有効となります。ここでこのツールをクリックすると、設定パネルが表示されます。最初に対象となる面を選択します。この面ボタンを押してボタン周囲が紫色に変化したら 3D ビューより、面をクリックし終了を押します。するとこのように厚みを持った壁が作成されます。壁の厚みは、こちらの項目で変更することができます。モードオプションでは、規定としてスキンが選択されていますが、他にパイプ、右閉じがあります。この例では、他のオプションに変更しても変化がありませんので、スキンに戻しておきます。
接合の種類では、この例では円弧となっており角が丸く表示されています。他の整節、共通集合に変更すると、元図形と同じ直線的な接合となります。次に面を複数選択して、このコマンドを再実行してみましょう。面ボタンを押すと、このように面が選択されていない状態となります。そこでコントロールキーを押しながら複数の面を選択し、最後は終了ボタンを押すと、プレビューが表示されます。最後は OK ボタンを押して決定します。それでは次に、表面に投射を作成ツールについて説明します。こちらの六角形をこの面に投射してみましょう。最初に表面に投射を作成ボタンをクリックします。設定パネルが表示されたら、投射する方向を決めます。ビューを投射方向に切り替えます。そして、現在のカメラ方向を取得するボタンを押します。すると、この場合 Y 軸に位置が設定されます。この状態で、斜め横から見たビューに変更します。そして投射面を選択ボタンを押し、3D ビューより面を選択します。次に、この六角形を投射していきます。ワイヤーを追加ボタンを押して 3D ビューより六角形を選択します。そして、高さを変更すると、このように六角形の形状が投射されました。この場合、六角形は面ではないので、このパラメーターを変えても押し出しは行われません。これで OK を押して決定します。するとこのように六角形のワイヤー形状は、立方体の面に投射されました。それでは元に戻し、面を投射してみましょう。六角形のスケッチを選択しフェイスに変換します。それでは表面に投射を作成ボタンをクリックします。次にビューを投射方向に向け、現在のカメラ方向を取得するボタンをクリックしましょう。そして、ビューを等角投影に変更します。視点が変更できたら投影面を選択ボタンを押して、3D ビューより投射面をクリックします。そして面を追加ボタンを押した後、六角形の面をクリックします。そして、押し出しの高さを調整します。すると、このように投射面に六角形が立体的に投射されました。この状態で OK を押して決定します。次は、文字を投射してみましょう。こちらの文字は、ドラフトワークベンチで作成しました。ドラフトワークベンチに切り替えて、こちらのテキストからシェイプへツールを使って文字を書きます。文字のシェイプを作成したら投射面に対して少し離れた位置に移動します。そしてパートワークベンチに移動し、投射を行います。パートワークベンチに戻ったら、表面に投射を作成ツールをクリックし設定画面とします。そして、ビューを上から見た視点に変更し、現在のカメラ方向を取得するボタンを押します。ビューを等角投影に戻しておきましょう。次に投射面を選択します。次は、この文字列を投射していきます。そして、画面を拡大して文字の面を選択しやすくしておきます。この状態で面を追加ボタンを押し文字の内側をクリックしていきます。そして、押し出しの高さを調整します。するとこのように文字が面に投射されました。残りの文字も同じように操作していきましょう。これで OK して完了です。次は、面ごとの色コマンドについて説明します。最初に面を選択し、このコマンドボタンをクリックします。すると、このような設定画面が表示されます。こちらのリストには、
いろいろな種類のプロファイルが用意されています。このプロファイルの内容を見るには、画面下のエディターを起動ボタンを押します。そして、右側の画面で外観を選択しプロファイルを選びます。すると設定された配色の状態を見ることが可能です。それでは、面を選択して色をつけていきましょう。例えば、この面をクリックします。そして、リストより色プロファイルをクリックします。すると、このように指定した面に色がセットされます。複数の面もコントロールを押しながら選択すると同時に色を設定できます。今度はハードウッドプロファイルを選びます。このように、面ごとに色を変えて設定することができるのが、面ごとの色コマンドです。